こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回は新規開業した長崎マリオットホテルを拠点に100年に一度レベルの大規模再開発の進む長崎駅前で3泊4日グルメ旅をしましたので、徹底紹介いたします。長崎観光も素晴らしいですが、駅前だけでもここまで充実した旅ができるとは本当に驚きました。これぞ大人の穴場旅行と言えるでしょう。ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。九州地方の最も西に位置し、美しい島々と半島の海岸線が特徴的な長崎県。県のほとんどが離島や半島からなり、島の数は有人74を含む971もあり、全国の島の 14.2% を占めます。また面積の9割が山地や丘、大地で、1割ほどが低地という地形も特徴的。古くから大陸とのつながりが強く、すでに縄文時代には対馬と朝鮮との間で貿易が行われていました。1550年にポルトガル船が平戸に入港し、キリスト教が広まった長崎市は一気にヨーロッパ文化のあふれる町として栄えました。1571年に開かれた長崎港は南蛮貿易の拠点として重要な位置を占めていましたが、禁教令によってキリスト教の弾圧が強まり、1637年から1638年の島原の乱で多くのキリシタンが被害に遭います。江戸時代の200年以上にわたる鎖国の間、長崎市の出島は一部の国との貿易を続け、1859年日米修好通商条約まで日本の窓口として機能しました。開港とともに長崎県にはますます西洋の文化が浸透し、来日した貿易商のトーマス・ブレイク・グラバーによって貿易や造船、炭鉱などの分野も開拓されました。昭和に入ると軍艦建造のための造船所が増加、太平洋戦争へと突入し、1945年8月9日長崎市に原子爆弾が投下され、周辺は甚大な被害を受けましたが、戦後は奇跡的な復興を遂げ、最盛期には国産石炭のうちおよそ1割を産出するなど、長崎県は日本の産業発展に大きく貢献しました。グルメも豊富で、長崎ちゃんぽんはもちろん、カステラ、トルコライスなどを含め、海に囲まれた長崎県は漁港数や水揚げされる魚の種類が全国1位、アジア、タイ、ブリなどの漁獲量はトップクラスで、ビワの生産量も国内1位を誇ります。じゃがいもも生産量が全国3位です。長崎市は2025年まで続く100年に一度の変革期と言われている大規模開発を起爆剤に、町全体の回遊性向上や魅力アップに取り組んでいる真っ最中です。その中で西九州新幹線の開通やヒルトン長崎や長崎マリオットホテルなどの外資系ホテルも開業しました。そんな長崎のグルメ飲み歩きを見ていきましょう。こんにちは、森です。旅は自己投資ということでですね、今私は神戸空港に来ております。で、今日からねちょっと長崎の方に行きたいと思ってまして、きっかけとしてはね、長崎マリオットホテルが開業しまして、それを体験しに行きたいなと思ってるんですけど、そこを拠点に今回はね、車使わずにもう駅前の辺り周辺をですね、飲み歩きしたいと思います。もうできるだけたくさんの店を回りたいなと思っておりまして、長崎マリオットホテルのねラウンジとかも利用しながら飲むという、かなりねたくさん食べる旅になると思いますけど、楽しみですね。長崎はもうご飯が美味しいっていうのは間違いないんで、今回はどれだけ車も使わず駅周辺で楽しめるのかっていうところを追求したいと思います。それでは行ってきます。一時期はね、そのコロナ明けた瞬間とかはかなり人多すぎて、駐車場もなかなか止めれないみたいな状態でしたけど、だいぶ落ち着いてきた気がしますね。決して少なくはないですけど、そのごった返すみたいな感じではなさそうな感じです。今日はスカイマークさんを利用します。神戸から長崎はね、スカイマークはめちゃくちゃ安いんでめっちゃおすすめです。今回も多分6000とか7000円で取りましたね。ですよ。荷物も預けません。ラウンジでゆっくりしようと思ってたのに、なんかまた荷物チェックが入ってね、もうそれに10分ぐらい取られて、結局ラウンジ利用できずギリギリっす。最悪やん。でなんかわからんけどポケットに間違えてね、こんなドライバーの先っちょ
これを入れてきてしまったんですよね。こんなんいらんのにな、なんでこんなん持ってきたんやみたいな、あるあるっすよね。旅行あるあるですよ。それのせいでラウンジ利用できませんでした。悔しい。喉乾いた。なんか今大寒波がやってきてるらしいんで、まさかの長崎で雪が降る可能性もありますね。雪男の力が発揮するのか。手荷物は前の座席の下、または座席上の物入れにご収納ください。緊急脱出の妨げになります。神戸空港から長崎空港までは約1時間20分で到着になります。めちゃくちゃ近いですね。よかったもらいました。ようこそ長崎。はい、やってまいりましたね。長崎へもう何回目なんでしょうか。変わらないですね。そして今から長崎駅に行こうと思うんですけど、長崎駅はね、この長崎空港から結構遠いんですよ。だからバスに乗っていかないといけないですね。いつもはレンタカー借りてそこから行ってたんですけど、あれですね、空港リムジンバス11時10分のやつ、あれで行きましょうか。結構寒いですね。やっぱ寒波が近づいてるんですかね。スイカで行けるみたいですね。乗ると一番後ろゲットです。だいたいね47分ぐらいかかるんで、仕事して移動したいと思います。行ってきます。長崎は宿泊税がかかるようになったんですね。35分でした。いや47分、嘘ばっかりやけど近くてよかった。京葉大和バス停ですね。港で五島列島行った時に泊まったところですね。このままね、飲み歩きの旅を終えた後に上五島まで行くプランもね、ちょっと考えたりしてるんですけど、ちょっとね、準備不足ですね。いましたね、長崎駅前。まだやっぱ開発とかしてるような感じがします。めちゃくちゃ工事してるじゃないですか。まだね、全然完成までは時間かかってるんですよ。これもう全部できたらどうなるんですか。とんでもない規模なんですね。長崎駅まではいろんなね行き方がありますけども、こうやってバスで行くのも素晴らしいですね。眺めているだけでも気持ちいい景色がたくさんありました。さあ到着しましたね。長崎駅前です。だいぶ変わりましたね。一体ここどこなんや。いや驚きましたね。長崎どんどん変わってますね。前も大村駅とか新大村駅とかね、新諫早駅とかもめっちゃ綺麗になってましたけど、長崎駅前もとんでもないことになってる。長崎街道かもめ市場とかあって、ここで飲み歩きもできるようになってますね。これですね、長崎かもめ横丁。ここもなんかいろいろありますね。ちょっとここ先見ようかな。なんかいろいろあるね。ありがとうございます。すごい角煮まんじゅうとかもありますね。めちゃくちゃ楽しそうな感じになってるじゃないですか。もうこの時間から飲めるんちゃうか。これですね、かもめ横丁。食べログ100名店という形でありますね。大阪のね、石川さん。ここで僕飲んだな。確か前僕ここで飲んだな。朝もある。ちょっと後で真っ昼間から飲もうかな。ちょっと計画します。一旦ホテルチェックインします。ちょっとまだ早いんで、12時なんでチェックインできるかわかんないですけど、賑やかな感じになってますね。長崎かまぼこ、美味しそう。
そしてね、長崎は西九州新幹線も開通してるんで、西九州新幹線乗り場もできてますね。この新幹線で僕が行った嬉野温泉とかね、武雄温泉までも行くことができるということですね。でそこからまた先に行くと小倉とかね、新神戸まで帰ることもできる。18,510円で帰ることができるんや。でもやっぱ飛行機の方が安いですね。そういえば僕今日長崎マリオットホテルに泊まるんですけど、全く長崎マリオットホテルの場所を調べてなかった。勝手にヒルトン長崎の前にあるんかなって思い込んでますね。ヒルトン長崎はここですね、目の前です。でマリオットどこなんや。勝手になんかヒルトン目の前かと思ってたけど、どこにあるんですかね。ちょっと今から調べよう。完全にリサーチ不足ですね。長崎マリオットはヒルトンとは逆の方向でしたね。むしろさっきバスを降りてすぐにあったかもしれない。このバスを降りてすぐのところですね。この多分あっためちゃくちゃ近いやん。めっちゃ遠回りしてる。マリオットってありますね。このアミュプラザっていうショッピングモールみたいな、駅ビルみたいな、それと直結してるみたいですね。あれです。この長崎マリオットホテルは歴史ある港町長崎らしく、客船をモチーフとした外観に、館内のインテリアデザインやアートワークには長崎の地形や自然、街並みや風土に根付いた異国文化のエッセンスを加えているそうですよ。今からその全貌をゆっくり見ていきましょう。こんな直結なんですね。レセプションは7階になるんですね。まずは7階まで上がります。もうすでにこう7階がスタンダードということは景色がすごい綺麗ですね。天気悪いんですけどね、今日入ってすぐにいきなりすごいなんかですね。これ何を表してるんですかね。雲仙とか表してるんですかね。もうなんか広いな。敷地がめちゃくちゃ広い。すごいな。半端ないな。景色もいいな。素晴らしいですね。レセプションエリアから最奥のオールデイダイニングにかけて、天井から床まで高さ 3.5 メートルの開放的なガラス張りの空間が続いており、南は長崎港の東西を結ぶシルエットが美しい女神大橋や大浦天主堂やグラバー園が位置する南山手エリア、西は長崎市のシンボルの一つ稲佐山を望む開放的な眺望が魅力ですね。チェックインまで時間があるのでラウンジで待つことになります。素晴らしい空間です。ジャスミン茶だけじゃなくてそのぎ茶とかもありますね。ビワ茶とか、さすが長崎。じゃあそのぎ茶いただきましょうかね。またやってもだ。素晴らしいですね。お茶とかいただいたけどこっちが良かったな。ジンジャーエールもある。後でちょっとこっちもいただこう。ちゃんぽんスナック。さあめっちゃまた暑いやんけ。これ六京都と同じことやってもだな。でそのぎ茶いただきます。これそのぎ茶って確か日本一ですよね。朝ラウンジ行きそびれたから余計に美味しい。ちゃんぽん食べに行こうと思ったけど、ちゃんぽんスナックでいいかな。すいません、しょうもないギャグ言って泣かせました。俺が変なギャグ言ったから。ちゃんぽんって言われへんかったら全然ちゃんぽん感ないな。
でもちゃんぽんやって思いながら食べるとちゃんぽん感あるかも。はい、今回ねアップグレードしていただきまして8階のですねコーナービュージュニアスイートという部屋になりました。ありがたいですね。あ、ここやコーナーですね。まさにこの部屋を取っていきます。おお、いきなりカーテンがおおすげえ、めっちゃ広いやん。これはすごいな。天気悪い、珍しいですね。僕はこんな天気あるのよくなるかな。ちょっとずっと曇りっぽい予報だったんでね。はい、それではね長崎マリオットホテルコーナービュージュニアスイートですね、ここですね撮っていきたいと思います。はい、入り口入ったとこにこのようなオブジェがあります。何を表しているのでしょうか。入った瞬間からめちゃくちゃ開放的なところがあって、そこを見たいんですけど、ちょっとそれを我慢してこっちを見るか。いやでもやっぱこっち見よう。やっぱこっちから行きましょうね。ベッドがダブルベッド、キングベッドですね。キングベッドサイズのベッドがあります。これは美しい。そして景色がめっちゃいいですからね。これ目覚めも良さそう。そしてこれ反対側から見るとちょっとこう洗面台のところが透けてるような感じになっておしゃれなデザインですね。はい、でここにもこれも長崎を表しているようなオブジェになるんでしょうか。電球もなんか美しいですね。ちょっとこうもやがかかったような感じとかかってないところ、このなんかバランスがすごいいいですね。はい、絨毯もこれいいですね。なんかちょっとやっぱ長崎っぽい色味になってるような気がします。そしてこっちですよ、ね、いや一人でこれどうやって使うんっていうね。一人で YouTube の撮影とかもできますし、一人で演じられますね。っていうかここでも寝れるやんソファーやん。よく見たらもう3人ぐらい寝れるんじゃないですか。ここでも寝れるやんソファーがいきなり素晴らしいですね。これでまだジュニアスイートですか。こんなん本当のスイートどうなってしまうんや。で大画面のテレビがあって、なんとその大画面のテレビにはモーリーチャンネルが映ってるじゃないですか。これどういうことなんですか。でこれはもう僕が用意しました。すいません茶番でした。いやこうやってね自分の YouTube も大画面で見れると。だからこのソファーに座ってこの大画面で頑張ってこれ作ったなとチェックができると素晴らしいですね。そしてこのソファーにはねクッションもこう3つずつあります。その3つも同じ色じゃないんですよね。ここら辺がやっぱさすがっすね。でクッション性もめっちゃいいし、開放感がなんせいいですね。曇りでこの開放感ですよね。長崎はやっぱこう雨が降りやすい場所ではありますけど、それでもこんだけの開放感を得られるっていうのはね、別に晴れの日じゃなくてもいいっていうことを今日は証明できたんじゃないですか。そしてここ会議できます。打ち合わせできますね。今日の飲み歩きでいきなりどっかの会社の人と出会って、ちょっといきなりもう商談しましょうって言ってもここで商談してここでもう契約みたいなね、そんな流れになることを期待しております。そしてこちらにも先ほどと同じようなライトがありまして、こっちにまたなんかこの長崎を表しているんですかね。このような形のものが多いですね。そして水があります。はい、水、浮葉の天然水って書いてますね。軟水ですね。これは福岡ですね。イリーのコーヒーです。の外国っぽいですね。イリーって結構外国では使われてるけど日本では珍しいですね。さすがマリオットという外資系ブランドということになります。とはいえこのマリオット長崎マリオットホテルは JR 九州さんが運営されているということで、 JR 九州さんの初の外資系ホテルということでかなり力が入っているというふうにお伺いしております。はい、そんなことないです。外資系だろうが力入っております。以前に僕が撮った嬉野温泉ね、嬉野宿屋も JR 九州さんでした。素晴らしいホテルでしたね。そしてここを開けるとグラス入っております。素晴らしいですね。これで一人で晩酌もできます。そしてここを開けると、うわ何これ、エスプレッソサイズのイリーのカップが入ってますね。これもおしゃれやな。わざわざエスプレッソのサイズっていうのがいい。そしてこのそのぎ茶もありますね。そのぎ茶っていうのはね、本当に長崎で有名なお茶ですね。何度も最高金賞を受賞する日本一のお茶と言われてます。さっきラウンジでも飲んできました。これは有料なんかな。お茶400円ですね。そりゃ日本一のねお茶タダであげるわけにいかないということですね。ちょっとこれ間違えてタダで飲んじゃう人もいそうな気がする。そしてこちらに九十九島せんべいですね。コラボしてますね。焼き菓子あります。この辺も全部あれか有料なんですね。味カレーも長崎有名ですね。僕佐世保の旅で撮りました。
ね、ぜひ見てください。味カレー、プディングルスは関係ないですね。冷蔵庫もあります。冷蔵庫オレオも入ってるじゃないですか、珍しい。ハイネケンとか、これ何や、これ初めて見るな。金太陽粒オレンジみかん、これ長崎かな、長崎島原のもんですね。島原もいいですね。はい、そしてこちらにサントリー特茶とかペリエとかね、お酒も入ってます。こちらも当然有料ですね。はい、結構開放感があるんで、なんか全部これで見切っちゃったのかな。意外とこんな感じですね。そしたらちょっと洗面台の方見ましょう。はい、じゃあこう洗面台ですね。洗面台の方を見ますと、ジュニアスイートなんで1つの洗面台がありますね。2つではないです。1つの洗面台があって、石鹸ディスワークスあります。でこちらにもアメニティですね、全部用意されております。ここもなんかやっぱ長崎のこうちょっとデザインがされてます。でなんか持って帰れるようになってますね。いいっすね、これ持って帰れるようになって、ね、結構ね、いいホテルになってくると1回で使い捨てるのもったいないみたいな感じの場合多いじゃないですか。これも色が違ってて、ね、男女できたら色を分けたりとかありですよね。ブラシとか、このおしゃれですね。ひげ剃りまでおしゃれみたいな、カミソリおしゃれですね。綿棒まで一つ一つ綺麗に梱包されてます。ボタニカルスキンケアセットということで、大自然オレンジハーブの香り、これもいろいろ入ってるんですね。はい、そして気になるお風呂ですね。浴槽も広々ですね。なんか縦に長い、やっぱ外資系なんでね、身長2メートル50センチみたいな人も来るんでしょうかね。めちゃめちゃ縦長な感じになってます。そしてもう今やね、もうボトルになってますね。これはもうしょうがないね、SDGs の時代ですから。はい、あとコストカットです。いい意味でコストカットですね。ボトル持って帰れた時良かったですけど、結局ね、メルカリで売る人ばっかりなんですよ。意味ない、それだと。そういう意味で配ってたんじゃないんです。でもお風呂はなんかね、ちょっとこうせっかくこんだけコーナーだから、この景色見ながらお風呂とか入れたらよかったのになっていう感じはしますね。じゃあちょっとここ開けてみましょうか。あれ硬い、何どうやって開けるの。もう開いてるよなこれ。こっちか。こっちが開くん。もういろんなパターンでなんかこう惑わしてくるな。ちょっとね、寒波が来てるらしいんでね、まさかの長崎でこんだけ寒いとは。うわー、いいっすね。めっちゃ開放的やんね。女神橋も見えてます。いやこれほんとこの何日間かの間に天気になったら撮り直しやん。長崎は今日も雨だったみたいな感じで毎日言わなあかんかもしれないですね。まさかの晴れ男がもしかしたらこの長崎で雪を降らすかもしれません。雪男なんでね。いやすごい開放的やん。でもここなんか別にソファーとかがあったりとかはないんですね。本当にただめちゃめちゃ広いバルコニーがあるっていう感じですね。これからなんかソファーとか置いたりするんですかね。ちょっと置いてほしい感じしますけどね。はい、そんな感じですかね。トイレとかね、クローゼットとか見てなかった。広っ。クローゼットめっちゃ広いですね。僕みたいな一人で来てたらもう絶対全部使うことなんかない。はい、むしろ僕は今日服一つしか持ってきてません。リュック一つできたんでね、もう下着だけです。そんな人には全く不要な。そして最高バスローブあります。これで過ごそうもう。そしてアイロンもありますね。そしてセキュリティボックスあります。そしてスリッパあります。分厚めのスリッパあります。もうこの部屋もマリオットですね。安心です。はい、そしてこちら、パジャマもある。いいですね。長崎色になってる。そしてレンタルのこう傘とかね、ブラシとかあります。トイレですね。入り口のところに、トイレがあります。トイレもなんか変わった形。いいですね。こんにちは。いいですね。こんな感じであります。ここもなんかおしゃれな感じですね。これ何や。これトイレットペーパーか。いいですね。ドライヤー見てなかったな。ドライヤーはここに入ってますね。ここに入ってます。はい、パナソニックのナノイーですね。入っておりました。以上ですね。いやー素晴らしいですね。で、あとここのホテルは本当なんかずっと入り浸れる感じがしますね。この居心地もそうだし、ラウンジがまさか24時間ですよ。僕今まで行ったところに24時間空いてるラウンジのとこなんかあったかな。ね、その間ずっとドリンクとか飲めるんでしょ。もうカフェとか行く必要ないじゃないですか。僕みたいにね、ランチとか飲み歩き行こうみたいな、頭おかしいっすよ本当。そんなことしなくてもこのホテルにいるだけでめっちゃ満足できます。素晴らしいですね。もう目の前にね、石垣島のゲストハウスが映ってますけど、気にならない。クラスが違うからね、単純比較するもんじゃないですけど、やっぱ違いますね。いや、ここでゆっくり過ごしたいと思います。
ちょっと今オープンしたてで僕はポイントで今回泊まってるんですけど、ポイントもかなり少ないポイント数で泊まることができております。22,000ポイントとかだったかな。ありえないですよ。普通だったら多分5万ポイントぐらいは最低いるようになると思います。まあ今だけですね。今からご飯行こうかなと思ったらフィットネスセンターあるじゃないですか。ちょっとここ取っときましょう。おー、ちゃんとたくさんありますね。ご飯の前に運動してから行けたな。いいな。部屋のすぐ近くでした。めっちゃいいな感じで。よっしゃよっしゃいいぞ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 。さあご飯行くか。このタオルとかもあって、ね、飲み物も飲めるからいいっすね。7階です。これがバーとレストラン兼ねてるんですね。でこっちがケーキ。じゃあ美しいな。ここも綺麗ですね。おお寒い。さあ今2時ですね。2時2分ですけど、さあ今から飲むぞ。真っ昼間から飲むぞね。ホテルの撮影もしに来て真っ昼間から飲んでるやついるんすか、そんな YouTuber。 じゃあ行くぞ。でまず1軒目はですね、僕が長崎の旅をした時に一番最初に多分居酒屋で食べた朝グループっていうね、めちゃくちゃ美味しかった居酒屋があって、そこをね今日も夜行くのを考えたんですけど、それだとちょっとかぶるのでランチとして駅の中にねその朝グループのお店が入ってるらしいんで、そこで食べて飲みたいと思います。さあこの鴨見横丁で飲みたいと思います。ラーメンとかね串カツとかありまして、でお蔵入りになった動画で僕はあそこに飲みました。立ち飲み屋ですね。ここも結構良かったですね。昼間から飲んでる人多いですね。こっちここですね。ここが多分朝ですね。居酒屋朝の福袋というところですね。ここで飲みますかね。ここがいいです。ここにしよう。そしてあちら側にもありますね。地酒っていう感じでね。ここでもう長崎名物食べていきますか。真っ昼間から結構本格的なものが食べれるんですね。長崎駅限定メニューとかありますね。最初の一杯にどうぞって書いてますけど、次行きますかね。これのどぐろもなんと長崎にもあるんですね。対馬で取れるんや。これは欲しいですね。うちわエビうまそうですね。来ました。プレミアムモルツからスタートです。お通しがパイですね。さあそれではいきなりいただきます。今日は月曜です。月曜の昼の2時からいただくビールです。最高です。皆様お仕事お疲れ様です。僕もこれ仕事ですから最高ですね。ビールを飲むお仕事。いただきます。これでうまい。多分今の時間終わってるんですけど、ランチもあるみたいですね。アナゴと中トロの炙りとマダイの炙り、最強じゃないですか。昼食べるもんじゃない。うちわエビ来ました。これぞ長崎って感じですね。そして追加料金払えばお味噌汁も作ってくれるということで、めっちゃいいじゃないですか。こんな感じだった。この始まりを飲んで僕の長崎飲み歩き始まります。スタートです。刺身いただきます。マダイの炙り。これは日本酒はなんで昼間から飲まないの？それぐらいうまい。中トロの炙り。
はい、そしてアナゴうまそう。歯応えすごっ。コリコリやん。俺の肩並みにコリコリやんみたいな。いや、そんな凝ってない。飲んでるだけやから。そしてうちわエビいただきます。ついにこれぞ長崎。甘みが凝縮されてます。すげえな。うちわエビで、前下関でもうちわエビいただきましたけども、なんか下関で食べたうちわエビってまたなんか形がちょっと違うような気がしますけどね。あ、大丈夫ですか。あすいません。かわいいですね。赤ちゃんがいました。じゃあハトシロールです。ハトシロール来ました。これは美味しそう。いただきます。これもふわふわ。いや、これほんと昼間からいいんですかね。今回僕マリオットの撮影にも来てまして、マリオット泊まった人も真っ昼間からこうやって飲んだ方がいいっす。夜ラウンジもありますけど、そうじゃ長崎を堪能できないっすよ。マジでアナゴうまい。アナゴってね、なんか瀬戸内やと思ってたけど長崎もあるんすね。僕いろいろ長崎ね回りましたけど、すごく思ったのは長崎ってあらゆる観光地の要素を持ってるんですよ。海鮮もうまいし、ね、ご飯もうまいし、いろんな文化取り入れてて、絶景もあるし島もあるし、それなのに全然 PR してないんですよ。めちゃくちゃもったいない。修学旅行で行く場所みたいな感じになっちゃってるのがすごくもったいないと思う。グルメだけで考えても、このお酒とこの料理楽しむためだけに来ても長崎はめっちゃいいです。でね、僕が行った雲仙九州ホテルさん、雲仙もすごい温泉地として素晴らしい。だから温泉もあるしみたいな、絶景あるし、いいホテルあるし、ドライブ旅も楽しめるね。アナザーレンタカーさんいつも僕借りて長崎旅しましたけども、で硫黄島とか五島列島とかね、壱岐とか対馬とか島もあるし、長崎やばいんですよ。だからようやく長崎の魅力に気がついてきて、ヒルトンだったりとかマリオットだったりとかがホテル建ててるんじゃないかなと僕は思うんですよ。ここが拠点でもいいぐらい。ただ今の時点ではやっぱここを拠点にするには結構不便な部分ありますよね。ここから海外に行くのもやっぱ不便だし、それがここの例えば空港がめっちゃ発展して海外行くにも便利とかになったら、マジで移住候補としても全然ありっすよ。それぐらいポテンシャルある場所だと思います。さっきから喋っててね、めっちゃうちわエビ歯に引っかかってます。もう老化ですね。年取るともうなんかいろんなもんが引っかかる。だからなんか爪楊枝でね、こうシーハーやってる人も何考えてんねんとかで20代の時思ってたけど、分かるわ、そうなるわ、申し訳ございませんでしたって感じですね。始まりましたね、長崎飲み歩きの旅。もう最高です。なんで来ないの？いやー、うまかったんで味噌汁にしてもらうことにしました。ちわエビの味噌汁来ました。嬉しいですね。これは味噌汁いただきます。ちわエビの味噌汁うまいんか。エビのエキスが凝縮されてめっちゃうまい。しかもお酒飲んだ後とかって最高っすね。ただまだ2時53分ですけどね、全然真っ昼間ね。まだみんな仕事してる。いやいや、これ僕もこれ仕事っすから。うま。あれだけね、僕いっぱい長崎の動画出してきたのに、今のところ誰一人「森さんですよね」とか声かけられてません。まだまだ頑張らなあかんなね。本当にチュワエビうまっ。かぶりついてもうまい。女の人で一人で飲みに来てる人とか多いですね。さすが長崎。じゃあこれいきます。はい、お金を毎回入れるスタイルになります。いやいや、もう全部 Google で調べて、はい、むしろ教えてほしいぐらいです。私五島なんですけど。あ、五島なんですか。五島も僕福江島行きました。はい、去年福江島ですか。福江島の富江っていうところからはいはいはい。
そこからこっちに来てる。ちょっとフラッと買い物に。あ、買い物に。すごい。前も福岡のなんか飲み歩きした時に上五島の人がいて、何かと五島列島の方と会うみたいな。そうっす。あ、居酒屋森森。めちゃくちゃ良かったです。長崎は焼酎ですね。うまい。なんか適当にソーダ割りとか言ったけどうまいですよ。ハイボールとナッツ頼みました。ハイボール頼みました。ありがとうございます。っていうか3時半やのにもうほぼ満席なんですけどね。やばくないですか。もうほぼ満席です。じゃあ皆さん五島列島の方でまさかの。いただきます。よし。最高だな。いやランチでねちょっと軽く飲むつもりが2軒行ってしまいまして、さらにそこでね五島の方と出会って、五島で事業をやられている方で、ちょっとまた案件で呼ばせていただくかもみたいな感じで、ありがたいですね。そういう出会いがね面白いですね。旅はまあ出会いでもねありますんで、そんなことも学ばせてくれるんですね。まさに旅は自己投資ということで、いやーまた五島列島行くことになったらめっちゃ嬉しいな。五島列島も含めて頑張ってる事業者さんだったんで応援したいなと思います。それではねちょっとマリオットに戻って、もうカクテルタイムの時間なんで、カクテルタイム楽しみたいと思います。それじゃあカクテルタイム取っていきたいと思うんですけど、パテとカンパーニュ、生ハムと干し柿、野菜スティックです。あ、今日3回目。いや初めてです。あ、そうです。はい。そしてこちらカマンベール、クラッカー、フォカッチャ、フェターチーズ、スパイシーチキン。あ、これは長崎のハトシがありますね。でタルタルソース、フィッシュ&チップス、そして韓衣餅の天ぷら、そしてスモークサーモンパンケーキがあります。長崎県マダイの昆布マリネ。ここはないですね。長崎トマトカップレーズということで、長崎のものを使ったものが結構あるんですね。で金柑ですね。金柑はどちらかというと宮崎県ですかね。ストロベリータルト、チョコレートケーキ、ストロベリームース、パウンドケーキ、カステラ。長崎といえばカステラ。なんかやっぱり色も違いますね。めっちゃ美味しそうな色をしてる。はい、角煮まんじゅう、ちょうどここないのばっかりよ。小籠包、やっぱりね長崎といえば中華。そしてお酒もねあります。今日はシャンパンだけいただきましょうかね。そしてペリエとかね、スイープスも冷やされてます。そしてお酒並んでますね、いろいろと。そしてビワ茶とかそのぎ茶とかも飲めるような感じになってます。そしてコーヒーですね。こんなビールを作るサーバーもちゃんとあるんですね。その後ビールも飲みたくなりますけど、ちょっと控えましょう。復活しましたね、長崎トマトカップレーズ。はい、この後ね飲みに行きますので、ちょっと軽めに取りましたと言いながら結構取っちゃった気がする。どれも美味しそうですね。韓衣餅の天ぷらとカステラ、美味しそう。韓衣餅の天ぷら、美味しい。どれも美味しいですね。ハトシ。
そしてカステラもはい、ちょっと緊急で動画回してるんですけども、先ほどのねカクテルタイム楽しませていただきました。いや非常にね頑張ってる感じあったんですけど、正直ね個人的にはあんまり落ち着かなかったですね。オープンしたてで人多かったっていうのもあるかもしれないですけど、なかなか補充が遅い、料理があったりとか、その料理自体も非常にバリエーション豊かでいい感じだとは思うんですけど、ちょっとお腹いっぱいまでにはならないですね。本来カクテルタイムってそういうもんなんでそれで当たり前なんですけど、JW マリオット奈良とかね、その辺とかと比べるとやっぱ別で食べに行かないといけないなという感じで、周りの方も他に店を探してたような感じがするんで、そういった意味ではこれだけでお腹いっぱいにはならない。1軒目の感覚でちょろっとここで食べて飲んで、で2軒目行くみたいな感覚で楽しむのがいいんじゃないかなと思いました。これからねちょっと内容も変わってくると思いますし、ヒルトン長崎も最初はなんかいまいちかなって思ったんですけど、2回目行った時とかはすごいパワーアップしてたんで、そういった感じで改善繰り返して良くなってくるんかなとは思うんですけど、そういう感想です。今のところはこれだけで完結はしないかなっていうような感じでした。それでは次のお店行きたいと思います。もう食べっぱなし飲みっぱなしです。そして森チャンネル流れてます。いやー都会っす。こう見るとそこに何電車でしたっけ、なんとか電車があそこいますね。めっちゃ寒い。趣がありますね。長崎も今工事してるところがね本当に開発されたらめちゃくちゃすごいことになりそうですね。この長崎のねバブルをチャンスを捉えて動いてる人もかなりいるのを聞きます。こちらが駅前商店街ですね。ちょっと今回行くところはもうちょっと商店街とは違うところ、そこに、まだまだ穴場だと思われる焼き鳥屋さんがあるんで行ってみたいと思います。入れるかな。もうさすがに8時とかなんでね入れると思うんですけどね。思い出しました。路面電車ですね。バスとか路面電車は本当多いですね。すごい車の数も多いし、ここですね。ここ串松屋、ここに行きたいと思います。開いてるかな。電気はついてる。でこちら辺にねなんかおすすめのカフェもあるんで、名物くるくる鳥川ということで、喫煙可能店か行きましょう。博多鳥川、博多になる晩酌セットとか名物くるくる鳥川セットとかありますね。これです。いただきます。鶏のたたき。トロサってうまっ。馬レバー来ました。これはうまそう。馬レバー。めっちゃうまい。最高や。名物ですね。確かに歯ごたえがすごい。でこれが釣り。ブリうま。歯ごたえと旨味がすごい。臭みの色がしかない。晩酌セットがこれで買う。ありがとうございます。これが鶏もも。それが足り。ミキゴールド水割り来ました。レバー、これささみ。糖質制限してる僕は本当はこればっかり食べた方がいいですけどね。ミキゴールド。いやー美味しかったですね。いやー結
構もうなんか朝からじゃない、昼から飲んでたんでもう結構酔っ払いましたね。なんかね、もう一軒カフェ&バーみたいなところがねあるんで、そこでちょっと締めくくりたいなと思ってます。お腹はね飲んでるんで無限に食べれそうな気がするんですけど、このままだと僕はもうね、こう1日目にしてもそもそも長崎を味わったんかどうかわからんまま沈没してしまうので、カフェ&バー行ってみたいと思います。もう元気な商店街ですけど、そんなにめっちゃ店があるってわけでもないですけどね。なんか歩いてもたどり着かんなって思ったら全然違う方向行ってたわ。なんやね、行きたいとここやのにもう全然違う曲がり方の方行ってた。あれおかしいな、この辺にあるはずなんですけど、あ、ここや、長崎ビードロチャラン屋。なんか閉まってる。なんで閉まってるんかな。閉まってるな。なんで Google では開いてるんですけどね、12時まで。なぜか閉まってますね。無念すぎる、ここっすね。どうしようかな、マッサージでも行こうかな。この東吉っていうところもね、ちょっと行くか考えたんですけどね、やってるけどな、こう行くのもありやけど、ちょっとね、さっき行ったお店とかぶってるんですよね。串焼きがあったりとか、でもクジラの赤身とかうまそうやな。これだけちょっと食べとくか。お好み焼きとかもあるんですけどね、ここだけ行くか。クジラ筋ポンとかあるな。これうまそうやな。焼き物がね売りなんで、何か焼き物一つ頼みたいですけどね。とんぺい焼きでも頼むか。この長崎産の水イカとクジラ赤身頼みました。そして赤玉パンチ頼みました。これが水イカになりますね。水イカ、歯応えが素晴らしい。ちょっとこう冷凍の跡が分かりますけど、でも美味しいですね。クジラの赤身です。クジラの赤身いただきます。これはうまい。初めて食べるようなね味でうまいっすね。これを食べた方がいいな。さっきのイカはね、そんなになんか珍しい味とかじゃなかったですけど、とんぺい焼きですね。とんぺい焼きいただきます。長崎にいるのに関西にいるような感じ。いや、長崎の人からすると珍しいですね。もう関西人がね、美味しい。このクジラうまかったね。いやー、美味しかったですね。なんか近くにね、なんか行列ができるラーメンがあるということで、そこのスモールだけ食べようかな。ここですね。ここがなんか結構行列ができるところらしいんですけど、ちょっと行ってみようかな。なんと並ばずに入れたと思ったら、全然見えないところで並んでました。食券買ったのに。麺の種類とか聞かれたらあんま知らない。これでマシそうです。エビラーメン。いただきます。うまい。濃厚すぎずあっさりすぎずちょうどいいところ。最初はインパクトがないかなと思ったけど、だんだん癖になる味っすね。辛み入れるべき普通の方がうまかったな。美味しかったです。ごちそうさまでした。いや食った大満足ですね。今日何軒行ったんやろ。ラウンジも含めると6軒行ったことになりますね。なかなか満喫っすね。明日もホテルの朝食から、あとランチとか、ちょっとなんか朝食のパンとかもね、以前行った美味しいとこもう一回行きたいなみたいなのもあるんで、ちょっとお腹と考えながらねやりたいなと思います。
それではね、このままホテルに帰ってゆっくり寝まーす。あれなんか持ち手こうやって分からん。何やこれ。軽すぎる。いやもう十分だろ。もうこれでもう部屋でゆっくり寝まーす。お疲れ様でした。最高や。五島列島行きたいな。また。さあ今ねもう深夜の12時20分なんですけど、24時間ねラウンジが使えるということでちょっと行ってみたいと思います。ちょっと飲み物も飲みたいですしね。利用してる人いるんですかね。まさかどんちゃん騒ぎが行われてたりしてやってますね。やってるすごい。やってますね。誰もいないかも。でもなんか誰かが利用した跡がある。ここも利用した跡がある。誰かが利用した跡はありますね。嬉しいですね、これ夜も使えるってね。お茶とか紅茶とかコーヒーはこの時間でも自由に飲めるんですね。そしてこの冷蔵庫のものも飲めるっていうの嬉しい。ちょっと飲もう。喉乾いた。いやー、深夜にこういうのが使えるっていうのはいいっすね。でもちろんね、こんな夜中なんでスタッフを置いてるわけではないんで、ね、片付けられずに置いてるんですけど、まあそれでも夜にそんなにたくさんの人が利用するわけじゃないんで、十分これでも空いてることの方がありがたいですね。で、こんな夜景を見ながら、僕もお風呂入ってから、ね、またここ来ましたけど、食後のドリンクとか、ね、有料のやつ買わなくてもここで飲めます。リンゴジュースね。氷だけがなかったですけどね。氷ないけど全然冷えてます。ちょっとお酒飲みすぎてね、頭も痛くなりかけてたんで、こうやって炭酸水飲めるだけでもありがたいです。しかも夜景見ながらね、これは嬉しいですね。ラウンジ使うのにプラチナ会員になっておかないと使えないんで、プラチナ会員になっておくことは、本当にマリオット系使うんだと絶対お勧めしますね。で、なり方はね、たくさんマリオット系のホテルに泊まるっていうのが一つと、もう一つが、そのマリオットボンボイカード。最近は昔ほど絶対お勧めっていうカードではなくなってしまってるんですけど、マリオット系のホテルが好きだとか、決済額が多いみたいな人には、まだまだお勧めできる。あと、マイルですね。そのマリオットポイントをマイルに変えることができるんで、いろいろなんかお得な航空会社で飛行機乗りたいみたいな、柔軟に変えていきたいっていう人にとっては、僕は全然まだまだおすすめのカードかなと思ってます。で、そのマリオットボンボイカードを作って、年間400万決済ですね。でこれ400万決済って多分事業とかやってないとなかなか決済できる額じゃないですけど、工夫してる人は Amazon ギフトカードとか商品券とか買ってたりとかして決済力を上げてます。僕は会社やってるので、その事業の経費を全部そのマリオットカードに集中させて400万決済クリアさせてます。で、そっから溢れた分をヒルトンカードは200万でダイヤモンド会員になるので、マリオット終わった後はヒルトンに切り替えて、どっちもプラチナ会員とダイヤモンド会員を一応維持しているというような形になってます。いや、このラウンジと本当にいいですからね。仕事もはかどる。夜中にこう編集の仕事とかも部屋でやってたらどうしてもなんかだらけるじゃないですか。でもこういうとかやったらやっぱちょっと背筋こう伸びて仕事できますよね。おすすめです。で、紹介から作ると結構ポイントが入るキャンペーンよくやってるんで、作りたいんだっていう方は僕にメッセージいただければと思います。詳しくは概要欄。特にね、こういう開業日近いホテルとかかなり安いポイントで泊まれますし、今日本でどんどん新しいホテル買ってきてるんで、その時にね、お得なポイント数で泊まったらいいですよね。今回も僕22,000ポイントとかで、しかもあんなアップグレードされてね、いい部屋も用意していただいて、22,000ポイントって相当安いポイントですよ。僕が喋った時は誰もいませんでしたが、あの後に2人ぐらい来ましたね。やっぱなんかパソコン開いてたんで仕事するのに使ってるみたいですね。いいっすね。僕もそうしよう。夜景も美しいですね。
おはようございます。今9時27分です。9時半からねラストオーダーなんですけど、朝食急いでいきたいと思います。なんでこんなギリギリになんねん。朝弱すぎる。しまった、最上階かと思ったら7階やった。やべやべ、間に合うんか。あと2分やぞ。あかん、頭が回転してない。マジか、ラウンジかやなと思うやん。思わんか。はい、今からの時間です。9時30分のラストオーダーで、すいません。閉店ですがよろしいですか？はい、大丈夫です。譲りカステラフレンチトーストからお選びできますけれども、バーチャミュージック。はい、グラノーラを牛乳とヨーグルトに一晩はい足したものでございます。じゃあそれにします。ははいい、長崎みかんジュース、グレープフルーツジュース、デトックスウォーター、長崎産キャロットジュース、ウーロン茶とうまそうなのがいっぱいありますね。アップルジュースエナジーブースターというのもあります。豆乳、牛乳、無脂肪牛乳ですね。美味しそう。これもおしゃれな入れ物入ってますね。コーンフレーク、チョコレートシリアル、オールグラン、九州産大麦グラノーラで、こっちもライスクリスピー、玄米フレーク、フルーツグラノーラですね。ヌテラとかピーナッツバターとかもね全部あります。バケットもあります。そしてこちらクロワッサン、ストロベリーデニッシュ、パンオショコラ、アップルシナモンマフィン、いろいろあります。塩キャラメルマフィンが、ジーラサラダ、ゲミックスリーフサラダ、水菜、長崎ポテトサラダ、キュウリ、ミックス根菜、カラフルチェリートマト、パプリカ、ブロッコリー、スペルト小麦、コーンもね、ドレッシングもフレンチドレッシング、和風ドレッシング、あごだし、有効ポン酢、赤ワインビネガードレッシングがあります。でこちら炙り生ハム、スモークサーモン、イタリアンソーセージ、有田鶏のチキンハム、なんか全部うまそうやな。ピクルス、レッドオニオンスライス、レモン、ケッパー、ディジョンマスタード、粒マスタード。そしてこちらフルーツですね。フルーツもかなり種類があります。ブドウと、パイナップル、そしてオレンジ、キウイ、ピンクグレープフルーツね。そしてイチゴなんかもありますね。で長崎はみかんもね有名ですから、みかんの種類もなんか別のものがありますね。そしてバナナも。そしてこちらは和食系になりますね。ブラブラ漬け、きゅうり漬け、大根醤油煮、キムチ、めっちゃ種類多いですね。豆腐もあります。かなり気合入ってるな。昆布佃煮、からし明太子、塩麹焼き、焼きちゃんぽん、マッシュルームソテー、スチームベジタブル、あらゆる種類を設けてる感じですね。この辺はアメリカンブレックファスト系ですね。ベーコン、ビーンズ、トマト煮込み、そしてポークソーセージ、ローストポテト、うまそう。そしてハトシ出てきました。皿うどん、かんぼこ、なんですか皿うどんかんぼこ、ハトシの歴史も書いてる。ハトシは明治時代に貿易を通じて当時の中国から伝えられた料理だということですね。西海ゆで干し大根、ゆで干し大根とかんぼこの煮物は西海市の郷土料理と。ヌッペ、ヌッペもいつどこで発祥したかは不明です。実はこれも類する料理は日本国に存在しています。名称もヌッペのほかヌッペイ、ノッペといった一時違いのものがよく多くありますと。食って面白いですね、歴史がね。長崎県産夏ほのかというご飯もあります。おかゆ派のあなたも大丈夫。本当に全部取り揃えてるな。味噌汁もなんかおしゃれやな。あたたたたたた、熱い。これ素手でもそうちゃうんかな。熱いぞ。小籠包来ましたね。長崎といえばこの中国の文化をね取り入れてますから、海鮮シューマイもある。そして五島うどんもあります。なんと五島列島で美味しかったな、五島うどん。それも食べれるんや。あごだしかまぼこね、黒フルワッフルみたいな感じだ。そしてこちらはくるみとかドライアプリコットとかも、これもすごいな。ドライイチジク、グリーンヨーザー、アーモンド、カシューナッツ、サンフラワーシード、パンプキンシード、フラックシード、黒ごま、カマンベール、パメザンチーズ、チェダーチーズとかめっちゃ種類がある。クリームチーズ、
フェタチーズカッカ、ストロベリーヨーグルト、マンゴーヨーグルト、洋梨バニラ、みかんコンポート、そしてプレーンヨーグルトと低脂肪ヨーグルトみたいな。そしてなんだこれは、牛乳瓶の牛乳がある、島原牛乳。はい、それではね、いただきたいと思うんですけども、今日はねやっぱ昨日飲みすぎ食べすぎで、そりゃそうだろうというわけで、本当はねもうちょっと取ろうと思ったんですけど、今日は最低限のものにしよう。ヘルシーセットにします。全国のねエッグベネディクトファンの方、大変申し訳ございません。今回はエッグベネディクトではなくて、ちょっとヘルシーな感じの頼みました。バーチャミューゼっていうやつですね。バーチャ何ですか、あれですか、バーチャル空間みたいな感じですか。絶対ちゃうけどな。まあそういうわけでねヘルシーにしました。まあ多分ねエッグベネディクトはもう全国で5000万人の YouTuber がみんなやってると思うんで、僕はこういう方向性でいきます。人とは違う道を行きます。人には合わせません。というわけでいただきます。目覚めのねドリンクを島原牛乳でいくか長崎みかんでいくかめっちゃ悩んでるんですよ。どっちがいいですか。あ、そうですか。みかんでいってほしいと。いや、やっぱ牛乳じゃね、やっぱ牛乳でいきましょう。ここでしか体験できない。牛乳なんかも何かあったらこうしない。牛乳を飲むことなんでもう小学校以来じゃないですか。まあそれは言い過ぎですけど、それぐらいのレベルで飲んでないですよね。じゃあいただきます。島原牛乳ね、こう懐かしい、ね、今の小学生はこんなんじゃないですよね。僕らの時はこうでしたよね。牛乳瓶いただきます。そういえば僕小学校の時牛乳めっちゃ何本も飲んでましたね。なんか身長高くなりたくて、いや本当に身長高くなりたくて、なんかめっちゃ牛乳飲みたくて、でも結構牛乳残す人いたでしょ。皆さんも残してる人いたでしょ。その時に俺にくれと、全部俺が飲むとっていう風に言い続けてたら、毎回給食のたびにもう5本6本、ひどい時には10本ぐらい牛乳が集まって、それをひたすら飲むっていうね感じでした。おっと雪降ってきたぞ。まさかの長崎で雪。わかるかな。ちょっとパラパラと雪が降ってきました。長崎は今日は雪だった。雪男パワー発揮ですね。はい、というわけでいただきましょう。サラダかいただこう。いや今日どこ行こうかな。朝食とか行こうと思ったけど、よく考えたらこれが朝食やんけみたいな。朝食頑張ってるわマジで。そら競争相手のねヒルトンもいますからね。ヒルトンはヒルトンでね頑張ってきそうですけど、まあそうやってね健全な競争が起こるっていうのは、まあ僕たち消費者にとっては素晴らしいことで、サービスレベルがどんどん上がっていって、結果的に長崎のね観光が伸びてくればめっちゃいいっすよね。なんか長崎はホテルもいいらしいみたいになってね。チェリートマト、チェリーのように甘い。じゃあハトシ、これほどハトシを食べる1週間はないと思うんですけどね。多分この後も結構ハトシ食べることになるでしょう。ハトシやべ、あもう10時なんや。やべ、もう出ていかん。やべ、俺だけこんなことしてる場合じゃない。これだけいただいておきましょう。バーチャミュースリー、うまっ。めっちゃ甘くてこれはいいわ。ラズベリーの酸味と、ミズリーの甘さとフルーツが相まってうまい。長崎キャロットジュース、めっちゃ甘い。これうまいな。キャロットジュースなんかめっちゃまずそうなイメージですけど、これは美味しい。もはやフルーツっすねこれ。これしかご覧やばい。
いやー冷蔵庫みたいに寒いな。これ長崎でこんな感覚初めてやぞ。ちょっとね歩いてランチ行こうと思ったんですけども、この駅の中でね完結しましょう今日はね。ちょっと一泊延泊することにもしたんで。うわ雪降ってる。長崎なんて雪に慣れてないでしょうからね。あまり雪降ると交通網なんかもかなり変わってきそうですね。今日もかもめ市場で何か食べようかな。なんかね肉で有名なお店もこのかもめ市場に入ってるみたいなんですよね。ここも有名店みたいですね。大阪屋、長崎だけど大阪屋。佐世保名物レモンステーキとかあるな。これにしようかな。肉寿司も名物なね。プレミアムステーキランチとかいろいろあるな。この大阪屋もいろんなとこにあってめっちゃ評価高いんですよ。このなんか駅前店だけがちょっと評価が低いんですけど、なんでなんやろな。注文は QR コードでいけますね。売り切れとかもあるか。レモンステーキは普通にしとくか。これと肉寿司、やっぱ長崎のにしましょうか。ユッケ風握りもうまいって書いてたけどな。マジでこれ何回も来ないと長崎和牛にするかな。これにしよう。うまそう。肉なんでワインいっちゃいますか。オルガスとでしょう。なんか分からんけど3000円。こんな感じでいろいろあるんですね。赤身のほほ肉と来ました。レモンステーキ定食。うまそう。じゃあこれいきなりいただきます。これがやばいぞ。口の中でとろける一品ですね。一気に口の中が幸せになりました。肉に合うな。それではいただきます。レモンステーキはやっぱこう米に乗っけてね食べるみたいなのがうまいですからね。うまい。これはご飯が無限に進むわ。佐世保の旅を思い出すな。なんでここだけ評価が悪いんですかね。味はもう間違いなくうまいですけどね。駅の中にやっぱ作ってるってことでちょっとこうお店の雰囲気とか違うのかもしれないですね。その本店とか、そういった方が値段に見合った店構えになってたりするのかもしれないですけど、駅の中でどうしてもねそこに限界があるのかなと。結構騒がしいです。そういう感じの環境だとコスパが悪く感じたりするのかもしれないですね。人間ってそうじゃないですか。例えばですけどめちゃくちゃ落ち着いたクラシックがなってる場所でめっちゃ美味しいステーキいただいて、例えばそれが5000円でしたみたいな感じだったら納得ですけど、街のおばちゃんが「いらっしゃいみたいな感じでやってるお店で同じ肉を出したらなんか5000円だとちょっと高く感じるみたいなありますよね。人間ってやっぱこう結構見た目とかその雰囲気とかそれに値段払ったりするっていう部分もあるんで、そういった感じかもしれないですね。こう駅の中で食べるんだったらなんかもっと安いものをイメージして来たら結構高いやんみたいな。で量こんだけかいみたいなねレビューとかもあったんで、なんかやっぱ環境によって求めるものが変わってくるのかなと思いますね。勉強になりますね。そんなことも教えてくれるんですね。この長崎の旅はまさに旅は自己投資ですね。見た目とか雰囲気作りも大事っていうことですね。だから僕のチャンネルもねやっぱりこう雰囲気作りしとかないとただただなんかしょうもないこと言って、ね、くだらないチャンネルみたいになっちゃうんでね、やっぱ最初の方とかはねちょっとかっこよくとかねおしゃれに作ったりとかするっていうのはそういうわけですよ。バランス取ってるんですよ。知ってました？こんな僕でもねいろいろ考えながらやってるんですよ。大丈夫ですよ。いやレモンステーキうまいっすね。この本当タレ持って帰りたい。このタレだけでもご飯を無限に食えます。本当これマジっすから。レモンと一緒に食べてみるか。そんな人おるんかな。昨日は糖質制限してるって言ったのにいきなり破ってしまいました。いやーなかったな。ごちそうさまでした。はい、今日もここからスタートになります。立ち飲みからスタートですね。地元民のおすすめ聞こうかな。いや今日はビールね初めてやったんでビール買いただきます。
2杯目。飲んでる席でですね、地元の方に上り寿司というところがおすすめだというふうにお聞きしましたので、今からちょっとここ行ってみたいと思います。はい、雪の長崎ですが、いやこの寒いんですけど、ちょっとおすすめのね寿司屋さんに行くには路面電車に、乗っていくことになりますので、路面電車乗りたいと思います。長崎といえばね、路面電車になりますので、どっから行くのこれ。あ、路面バス乗り場って書いてますね。路面電車と路面バスは全く別物だったみたいです。危うく全然知らない地域にこの雪の中行くところでした。あべえ。おお、かっこいいっすね。前からこんなんやったかな。なんか新しくなってる気がする。進化してるんですね、長崎も。僕たちも進化していかなきゃならない。長崎も進化してます。僕たちはどうですか？そんなことも教えてくれるんですね、長崎の旅は。通勤ラッシュ時なんでめっちゃ人乗ってるじゃないですか。次は八千代町焼醤油。そうやってまいりました。見えてますね、昭和な感じ。いいっすね。なんかフォントもいいな。上り寿司、地元民おすすめ。間違いないでしょ。そもそも入れるんかな、それが心配ですけど、逆に雪の効果でお客さん減ってるんじゃないかなと思うんで。おお、しかもペイペイ使えるやん。おお、リーズナブルやな。握り上で2300円。しかもこれ値上げしてるな。見えてますよ、見えてますよですね。安心してください。でこの上り寿司の向かいには立ち飲み屋があって、あそこでも地元民は飲んでそのままこの上り寿司に行くみたいなセットもやるということで伺いました。楽しみですね。握り上頼みました。で今なら茶碗蒸しがついてくるということで、茶碗蒸しいただくことにします。嬉しいですね。今ならっていうのはちょっとどういうことかわかんないですけど、じゃあイキゴールドいただきます。安心する味ですね。もううまいですね。来ました上握り。これはもううまそうですね。全部分厚い。しかもなんか濃厚な色をしている。これはもう食べる前からうまいってやつですね。おお、ボリューム満点の茶碗蒸し。じゃあいただきます。長崎産のヒラメいただきます。本当は五島で養殖のマグロがあるんですけどね、それはうまいんですよ。あ、うん、なんか最近養殖の方が美味しいみたいなね。赤身でも違うから中トロみたいな。本当は取りたいんですけど、うちみたいな暇な店はいやいやいや、めちゃめちゃうまいですよね。あ、そうなんですか。色の変わらないマグロ、美味しくて。いただきます。美味しいです。あざす。焼酎が。いやいや、寿司が美味しい。うまそう、茶碗蒸し。具もたくさん。熱々でうまいし、食べ応えあるな。どんどんお客さん来るな。そして肉寿司、昼も食べましたけどね。うまい肉寿司。肉寿司めちゃくちゃ分厚いですね。あ、そうですか。ありがとうございます。これどこのお肉なんですか？長崎牛です。長崎牛。きた、長崎牛。最高ですね。コスパ良すぎっすね。
半端ない。さすが地元民のねおすすめするお店ですね。高級な寿司を望む人はこの玉寿司もいいとのことです。高級なお寿司食べたいならこの桜井もおすすめです。さあ次の地元民のおすすめ王に来ました。喫煙可能店ですね。なんといっぱいでした。なんでやねん、今8時やで。それだけ人気店ということですね。無念です。ここはなんか刺身のね量がすごいらしいです。見てみたかった。そしてまた地元民おすすめの大衆食堂 Google 評価 4.6 ここ行きたいと思います。ここで締めくくりたいと思います。いただきます。いや立ち飲み屋やけど座っちゃいました。もう年ですね。ずっと立ってられない。磯野のビフテキ来ました。これは今日はちょっと肉が多いな。刺身のね盛り合わせも頼みたかったんですけど、今日は海がしけてないとのことです。そらそらいただきます。うまい。レモンサワーがめちゃくちゃ合う。手土産になります。うまそう。こういうお店最高ですね。はい、今22時15分ですねに来たんですけど、なんとまだ23時までちょっとしたつまみとかお酒も飲めるんですね。このケーキもありますしワインとか、そしてなんとさっきまで居酒屋でお金払って飲んでた息までタダで飲めると、なんてこった、ここでよかったやんみたいな。なんとお酒23時までかと思って22時までだったらしくて、たまたま今日は特別に長い時間やってくれてたみたいです。みかんゼリーとかもあるし、マファールもある。普通に仕事しに来ただけやのにこんなものとかねあったら取っちゃいます。そしてスイーツも取っちゃった。シャンパンまで。じゃあいただきます。ありがたいですね、この時間無料です。そういえば今回スイーツ系ね全然食べてませんけど、いただきます。マジっすか。ファミリーマートさんすいませんですね。この後ちょっとファミリーマートでねデザート買おうかなとか思ってたけどいらんわ。これでええわ。素晴らしい。マリオットのカード作ってね、マリオットポイント貯めてマリオット行くしかないですね。おはようございます。今7時半ぐらいですけど、めっちゃ雪降ってるけど積もってるじゃないですか。長崎でこんなことあるんすね。まさに雪男発動してしまいました。でも朝日出てるんで溶けるかもしれないですね。マジか、長崎で雪を降らせてしまった。連日の食べ過ぎ飲み過ぎを解消するために今日はねヘルシーなセットでいっております。今日はカステラフレンチトースト来ました。面白いですね。フレンチトーストをカステラ風にしてるんですね。ローストナッツとダイナーボンクリーム、そのぎ茶、黒蜜ですね。カステラフレンチトースト、まさにフレンチトーストがカステラ風になってる。すげえ。そしてほのかにそのぎ茶のフレーバーが、これは絶妙ですね。これ絶品ですよ。メニューの一番下にね書いてるんでついつい見逃しがちですけど、胃もたれ解消みたいな感じで言ったけど食べれるな普通に。こういうお茶とかもいっぱいあったんですね。完全にちょっと見逃してましたが、こんなドーナツまであるんですね。めっちゃおしゃれやけど僕完全にもう視界に入ってませんでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
オムレツ。はい、それではね、今日まだ雪降ってるんですけど、今日はですね、1日目に立ち飲み屋で出会った五島列島関連の方々の中でいろいろと店舗とか展開してるね方と出会いまして、ぜひ一緒にご飯食べようみたいな感じになりまして、そこの方がやってるアンテナショップも紹介していただけるということで、ちょっと興味ありますので見に行きたいと思います。いいですね、こう旅先の出会いからもしかしたらこうお仕事にも発展するかもしれない、そして魅力的なスポットも発信できるかもしれないということでね、路面電車でちょっと行きたいと思います。これで行ったら良さそうですね。めっちゃ降ってるな。長崎は今日も雪だった。これはやばい、雪男の威力やな。やべえ、こんな景色なかなか見れないですよ。さあ今日行くところはどこだかな。寒すぎる。帽子持ってきとってよかった。スノーブーツも持ってこようと思ったんですけどね、さすがにそこはやらなかったですね。これは大丈夫。寒すぎる。さあこっちですね。こっちにフライパンという店があります。洋食店ですね。洋食はやっぱ港町なんでね多いんですかね。神戸も洋食店が盛んですけども、やっぱり同じ港町ということで、神戸もね盛んなんでしょう。しかしまさかこんなありえない。この辺かな。あ、これや、フライパンありましたね。フライパンって書いている3階フライパンですね。でここの、1階ここですね。トルコライス愛好家の方々がうちのトルコライスは長崎のトップライス、その中でもカレーチーズトルコライスはダントツだと評価してくれました。あ、そういえばトルコライスまだ食べたことなかったんでよかった。その前にこの五島ファクトリーですね。ここが飲みで出会った人のお店、あ、オープンしたばっかりなんですね。美しい綺麗になってます。長崎にいながら五島列島の商品が、ね、買えるということで、3ヶ月前ですかねに行ったばっかりですが、いろいろありますね。五島うどんとかもねありますし、はい、ラスクなんかもあるんですね。あ、これ買って帰りましたね。あ、これも見たことない、初めて見ました。あ、上五島の方なんですか。あ、かんころ餅ね。これ僕なんかそのまま食べちゃって、いろんな人から焼いて食べろってあ、五島牛美味しかったな。あ、これは、あ、言ってましたね、蕎麦屋さん。これその五島に新しくオープンした店みたいな。そうですね、2年前。はいはいはい。昔からある在来種でキリンそば茶って。喉越しは結構。ああ、いや本当はあれですね、グルメな姉妹の水産地。わらもん揚げ、これ食べなかった。海坊主。白レと豆腐が激しいな。はい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 。五島列島でね作られるいろいろなものがこうやって長崎でも買えるんですね。でもここでねやっぱ五島のことを知ってもらって、五島列島の旅もしてほしいですね。その五島列島に旅したくなるような動画はちゃんと作ってるんで、ぜひね五島列島も行っていただければと思います。はい、五島牛もめちゃくちゃ美味しかったですよ、ね、ぜひ現地に行って食べてほしいですが、どうしても今は行けない、家でも食べたいみたいな人はこのお店で買って食べていただければと思います。はい、それでは、2日前にね立ち飲み屋で出会った五島ファクトリーの山本さんと、はい、乾杯させていただきます。ありがとうございます。いただきます。いいですね。昼から飲むお酒最高ですね。五島の中。はいはいはい。同級生なんです。あ、そうなんですか。癖のあるおっちゃんですね。癖がありすぎです。いやでも面白かったですよ。うん。でも美味しかった。いや美味しかった美味しかった。すごいこだわってるし、なんかすごい自分でチラシ作ったりとして頑張ってたから。美味しいけど癖がある。癖があるんで。逆に今度案内します。あ、ぜひぜひ、はい。めちゃくちゃ美味しいところ。あ、マジですか。あ、それは楽しみですよ。いや、やっぱ結局地元の方がね行ってるとこがいいっすよ。でも、その曲も全部美味しいあ、よかった。あ、よかった。
結構ね自分でもう Google でリサーチして、いや楽しみにしてます。2杯目来ました。トルコライスいただきます。これはうまいですね。上品な洋食というか説明が難しいですね。うまいですね。人間が美味しく感じるものをなんか全部ミックスさせたみたいな、そんな感じ。うまくないはずがない。そう美味しくないわけがないみたいな。ハンバーグも肉々しくてうまいな。ビールに合う。すいませんね、平日の真っ昼間なんですけど申し訳ないです。でもこれも仕事なんでね、僕も最高ですね。さあ来ました。これで長崎駅の方に戻ります。長崎駅雪に乗ったつもりが全然違うとこに行ってました。長崎の洗礼受けてます。難しい。はい、今回ね本当は今日帰る予定だったんですけど、雪の予報だったりとか、ちょっとね今回出会った方と急にランチに行く予定が入ったりとか、そっち優先したいなということで延泊したんですよ。なので部屋がね新しくなりました。グレード的には前より下がるんですけど、階層的には最上階ということで楽しみです。はい、そして今日は急遽ねオフ会も開催させていただきまして、何名か参加いただけるということで、こんな雪の中ありがたいですね。ここですね、1343ですね。違う、ここにやんりゃった。ここはただのベルやった。こっちです。もうなんか入り口にこんな、なんかすごい。はい、それでは撮っていきたいと思うんですけども、この入ってねすぐこんな感じで開放的な洗面台があります。普通の部屋なので一つ洗面台がある感じですね。そしてこの後ろ側にこんな感じでお風呂があります。これは昨日まで泊まってたねジュニアスイートと全く同じサイズのお風呂になってます。ありがたいですね。はい、この辺の建具は全部一緒って感じです。そして、ここ入っていくと、お、モーリーチャンネルがかかってるじゃないですか。素晴らしい。俺がやったけどな。でこちらベッドが2つあります。この辺りの、建具とかはほとんど一緒ですね。でも落ち着いた感じで、逆にこのグレードが下でもここまでのクオリティで用意していただけるんだという感じでございます。はい、そしてこちらですね、こういったオブジェがありまして、イリーじゃないですね。こっちの部屋はネスプレッソになってますね。やっぱイリーのは格が上なんですかね。でこちら水がありまして、はい、でこんな感じ、グラス類もありまして、はい、味カレーとかね、いろいろ用意されてます。この辺は全部有料になってますね。こんな感じです。冷蔵庫、有料のものはこう用意されておりますね。この辺も一緒ですね。はい、本当に部屋のサイズだけが変わったっていうような感じですね。でデスク周りちゃんと仕事ができる、晩酌もできる、そんな感じになってまして、空気清浄機も奥に、電源もこんなところにちゃんとついてくれてます。はい、そしてベッドサイドにも、このようにスイッチ類があって、電源もね USB タイプ A タイプ C ね、普通のコンセントと3つあります。それぞれいいですね。全く問題ないです。十分ゆっくり寝れる感じになってます。でちょっと先ほどまで泊まってた部屋と違ってて、こっちの方がいいんじゃないかなって思うのは、カーテンは手動で開けないといけませんが、ここですね、このバルコニーがテーブルとかあってすごいいい感じになってます。これ開けてみますと、おお、やっぱさすが13階だけあってめっちゃ綺麗ですね。なんか夜景もめちゃくちゃ綺麗に見えるんじゃないですか。おお、そして鉄道も見れるじゃないですか。 JR 九州さんがやられてるだけあって JR がしっかりこう見えるような感じになってるんでしょうか。で向かい側にはヒルトンも見えます。ライバルを見下ろすような感じになっておりますね。そして晴れてきました。あれだけ雪が降ってきたのに、ここの撮影をしようとするとこうやって綺麗に晴れてきます。カミカミやねんか綺麗に晴れてくれます。ありがたいですね。そして奥の方には女神橋も見えております。女神大橋ですね、見えてます。いや、これだけなんかもう晴れてたら雪も大丈夫そうですね。最高な感じです。素晴らしいですね。でこのクローゼットですね。クローゼットも約十分ですね。なんかこれ入らんですかね。開けた時になんかライトがついてほしい気がしますけど、中に入るとライトがつくタイプですね。はい、こんな感じでこれぐらいのサイズがちょうどいいですね。セキュリティボックスに館内着というかパジャマもあります。はい、こんな
感じでスリッパもあります。バスローブがないですね。なんかちょこちょこやっぱ違いがある感じですが、全く問題ないですね。でトイレですね。トイレも自動で蓋が開くタイプじゃないかな。あ、開くわ。開く。十分ですね。何も悪くない。逆になんかこう仕事しに来るみたいな感じだったらこれぐらいの方が仕事しやすいかも。ちょうどコンパクトにまとまってていい部屋ですね。でアメニティ類なんかも全く変わんないですね。基本的に入ってるものは全部一緒で、ここオープンになってるところね、なんか気になるなと思ったんですけど、ここでちゃんと閉めることできますね。はい、ここまで閉めれます。はい、でお風呂もなんか覗かれるんかなって思ったけど、ちゃんとこうやって全部閉めれるようになってるんで安心ですね。ちょっと透けてますけどね、それぐらいはいいんじゃないですか。はい、ちょっとね今日は仕事頑張りたいと思います。このラウンジがね便利に使えるんで仕事もはかどりますね。今日も種類が全然違いますね。角煮まんじゅう1個だけある。もらおうかな。小籠包いただきます。かんころ餅の天ぷら、視聴者さんから聞きました。角煮はい、それではねちょっと冷え込みも落ち着いてきましたかね。はい、今からオフ会ですね。急遽前乗りオフ会を開催することにしまして、今から向かいます。で向かうところは今回何回目でしょうか、このかもめ横丁行きたいと思います。もう10回ぐらい行ってるような感じしますけど、この中にあるお店に今日は予約をしています。あれかな、ここですね。はい、今日はもうこのメンバーでオフ会したいと思います。はい、よし、じゃあ入りましょう。はい、それでは急遽オフ会参加いただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。うまいっすね、やっぱ雪の日のビールうまい。キルリュックめちゃくちゃ活躍。ああ、よかったっす。よかったっす。毎日来てる。めっちゃ便利でしょ。めっちゃ便利です。よかったよかった。買い物する時とかもマイバッグが。ああ、そうなんですよ。僕背中の来ました。これは何や？ハラスの炙りと本マグロの炙りっすね。炙りの店だけあってめちゃくちゃうまそうっすね。ハマグリも来ました。いただきます。本マグロの炙り。これは本マグロの旨味のね本性を炙り出されてますね。やばいなこれは。うまっ。きます。これも歯応えが炙り出されてるな、うまさが。クジラ来ました。なんと長崎でもクジラが食べれますとか言いながら一昨日食べたけどね。ゆうきさん初クジラどうすか。これ肉っぽくないですか。肉っぽいですね。確かに美味しいですね。クジラの中でもなんかすごい質が良さそうな魚が。あんまりないかもしれない。これが硫黄島ファンタスティック。硫黄島の動画出しましたね。何がちょっとファンタスティックかちょっと分かんないですけどね。そしてこれが軍艦島サンライズ。これはサンライズ感出てますね。硫黄島ファンタスティック。
硫黄島が思い出されるな。硫黄島面白かったですか、個人的には。いや良かったですよ。やっぱり誰も知らないところに旅をしてるっていうのがすごい良かったし、で夕日を僕見たとこがあって、その千畳敷だったかな、あそことかもすごい綺麗やのに誰もいないから、なんかやっぱ穴場感ですね。まあこれも多分それぞれの考え方だと思うんですけど、僕はなんかいや俺しかおらんやんみたいな、めっちゃいいのにみたいなのにすごいこう気持ちよさを、誰も知らない良質なバンドを見つけたみたいな、そういう感じです。だからもしあれがめっちゃ有名になってしまったらなんか全然面白くないかもしれないですだから今回その山口市行ったのも確かに穴場感、そうどこ行ってもこんだけなんかニューヨークタイムズとかでも取り上げられたのになんで俺しかおらんのみたいな朝まで残らないんですか、酒ですか。いや残らないですよ。あれだけなんですよ。そういや病気なんかなと思いますけどねいやなんか20代の時の方が結構お酒残っちゃってたっすね。20代の時とかってチェーン店のなんかすごい悪質なお酒とか飲むじゃないですか。まあそれとなんか多分日々のストレスとかで週末飲んだら土曜日はもう二日酔いで動けへんみたいなめっちゃあったんですけど、この YouTube やってから一回もないですね、そういうことが。めちゃくちゃ度数が高いお酒飲まれてたんですか。花酒かな、与那国で、与那国、はい、60度でしたっけ。いやあれも全然その時はうわーってなるけど、まあ量少ないし身構えて飲んでるし、まあ一応なんか水もあったんで全然残らなかったですね。やっぱ良質なんじゃないですかね。でもあれをもしなんか島の人とかと飲んでやたらこう自分のペースとは違うペースで飲まされたらやられると思う。なんやかんやでだって自分のペースで飲んでるじゃないですか。だからもしかしたら二日酔いにならんかも。これが上司と言っててとか自分のペースとはなんか速いペースで飲まされることあるじゃないですか。おいちょっと減ってへんやないかみたいな感じでああいうのになるとちょっとやばいかもしれないですね。だから自分が普通に飲みたくて飲んでなくなった次頼もうみたいな感じで頼んでるからかわかんないですけど全然二日酔いにならないですね。いやだからもしかしたらその説ありますよ。結局二日酔いになってるやつって自分のペースで飲めてないんじゃないですか。相手が減ってるから合わせてこうなんかそんなことも教えてくれるんですね生ですね。いや本当ね、なんかそういう感じする。まさに旅は自己投資ですね。人に合わせたらダメですね。自分のペース貫いていきましょうそしたら二日酔いにもならないと。知らんけどな、ね、いや皆さん今日はありがとうございました。めっちゃ思ったより長く飲んでしまいました。ありがとうございました。ありがとうございました。なんとお土産もいただいちゃいました。めっちゃありがたいですね。皆様おはようございます。3日目ですね。3日目の朝食なんですけど、今日もねパッと見た感じ、内容自体は変わらないですね。なので最初に選べる3種類のものを今まで頼んでないエッグベネディクトついに導入です。エース導入です。はい、こちらエッグベネディクトになりますね。先ほどですねちょっと撮影できてなかったんですけど、コーヒーを入れようとしたらコーヒーがいきなりねドバッと出てきて大変なことになりました。これ要注意です。でヘルシーなセットと五島うどんですね。で味噌汁、今日はフライドエッグにしました。いただきます。キャロットジュースかな。喉越しがつるっとしてて朝からでも食べやすいな。それでエッグベネディクトいただきます。
卵が濃厚で塩味も程よく効いててね、非常に味わい深い上品な味になってます。はい、長崎マリオットホテルですね。今回3泊4日で体験させていただきました。そして2つの部屋をね体験させていただいて、僕が率直に感じた感想なんですけども、全体的なところで言うと非常に良かったと思います。さすがマリオットブランドと言わんばかりということと、あと JR 九州さんがね運営されてるということで、初めての外資系ホテルということでかなり気合が入ってるっていうのがこちらも伝わってきます。逆にそこまでやらなくていいんじゃないのって思うぐらい、もうしっかりこうお客さんの様子見とけみたいな感じで言われてるんだろうなっていうのが見え隠れします。建物はもう全く問題ないですし、素晴らしい形だったと思います。ただ、今の時点でもし残念な点を挙げるんであれば、朝食の内容がね基本的に今のところずっと一緒でした。なので長期滞在する人にとっては飽きてしまうみたいなところがあるのかなと思ったんですけど、これはもしかしたらやっぱオープンしたてっていうところがあるんじゃないかなと思います。なのでこれからちょっとバリエーションが出てきたりとか、その辺は工夫されるんじゃないかなと思います。それはね別にハード的な話じゃないんで、後から何とでもなる話だと思うんで、これからに期待したいなと思います。そしてホスピタリティなんかは今まで行った開業したばかりのホテルの品質に比べると接客も本当素晴らしかったです。いや本当に優秀な人材をこう集めてきてるんじゃないかなっていう感じはしました。最初からここまでの水準を保つって結構、僕もそんなにたくさんね経験してるわけじゃないですけど、非常に良かったなというふうに思ってます。いや本当にねジンミエルヒルトン長崎も非常に素晴らしいホテルだと思いますけど、やはりライバルのこのマリオットも負けずと素晴らしいところでした。ヒルトンの方が非常にコンパクトでこじんまりはしてますけど、やっぱ温かいサービスがヒルトンの方はあって、マリオットはすごいハードが、しっかりこう広い敷地でやってて、結構またちょっとこうねやっぱりそれぞれのテイストは違うんで、どっちも泊まってみて比べてみて自分の好きな方、体験するのがいいなと思います。そしてマリオット系ねずっと泊まるんであればマリオットボンボイカード、作ってポイントとかでね泊まったらいいと思いますし、ヒルトンの方もし気に入ったっていうんであればヒルトンのアメックスカード作っていただくとよりねお得に泊まれると思います。僕は一応どっちも好きなんで、どっちも時と場合によって使い分けしたいなと思います。あとねこの長崎マリオットの一番のなんか僕の中でおすすめポイントはやっぱ24時間ラウンジが使えるっていうところでしたね。ラウンジの雰囲気もめちゃくちゃいいですし、やっぱ常にこうラウンジが使えて、そこでソフトドリンク飲んだりお酒飲んだり、お酒もね22時まで飲めるということで素晴らしいですね。そこに関してはやっぱり僕なんかはこうパソコン持ってね仕事したいからカフェとか行きたいじゃないですか。でカフェ行く必要ないですよ。全部ラウンジで完結するので、もうなんか仕事に没頭したいみたいな人とかはすごく良かったなと思います。で今はもうね駅前で結構飲み歩きとかもできるんで、そういう食とかを楽しむのにも全く問題ないですし、またちょっと今までとは違う長崎の楽しみ方。今までの長崎って言ったら基本的になんか車借りて車回るみたいな、それはそれでもちろんやってほしいですけど、それだけじゃなくてホテル滞在してもう本当に駅周辺で食を楽しむみたいな感じもいいと思います。で僕ねちょっとせっかくやっと晴れてきたんで、やっと晴れ男パワー発揮できてきたんで、最後にねちょろっとだけその徒歩圏内で行ける観光スポット行きたいなと思います。グラバー園とかね中華街とかも行けるんですけど、その辺はね過去の動画で撮ってるんで、そこは今回はなしにして、ちょっとディープなところ行って、それで最後、ちゃんぽんとか食べて、あとカフェも行けたら行って、それではもう最高の長崎マリオット行って間違いないと思います。これから値段が上がってくると思うんで、そうなるとコスパ的にどうかみたいなところ出てくるかもしれませんが、今の時点では非常にコスパいいお得なホテルだと思います。今のうちに行っといた方がいいと思います。ちょっと行ってよ。鉄板焼き江戸前寿司とかもやってるんですね。はい、長崎駅からね路面電車で大学病院前っていうところを降りて、まだ合計15分ぐらいですかね来たとこに、ちょっとこれ僕も知らなかったんですけど、なんか片足鳥居って言ってすごい穴場観光スポットみたいな、でも見ておいていいんじゃないかなと思うところがあったんで、せっかくねこう駅から旅する、しかも天気が良くなっているということで、見てください、目の前ありますね片足鳥居、これはねなんかその長崎って原爆が落ちたじゃないですか。でその時に爆発で崩れたんですけど、この片足だけ残ってたと、これは前向きにも後ろ向きにも捉えられると思うんですけど、これが残ってるっていうのはすごく力強い、まだ負けんぞと、踏ん張ってる姿を連想させるところもありますよね。だからそういう意味では非常に縁起がいい部分もあるのかなというふうにね感じます。すごいこの状態で
生き残ったんですね。はい、そしてこの片足鳥居にはいろいろとやっぱりね、戦争時代に多分亡くなった方、発起人か、名前が刻まれているのと、いろいろとこうやっぱりお供えというかされてますね。素晴らしい。そしてなんかこの後、ここ書いてますね。三王神社二の鳥居吹き飛ばされた左半分。もともとこういう感じだったんですね。それが吹き飛ばされてこの部分だけは残っていると。なるほどね。1945年8月9日の原爆投下により爆風に対して平行に立っていた1の鳥居と2の鳥居を残し、あとは倒壊しましたと。1の鳥居はほぼ原型のまま、また2の鳥居は爆心側の左半分が吹き飛ばされたものの、奇跡的に右半分が残りましたと。しかし戦後1の鳥居は交通事故により倒壊したため、なんとマジかよ、現在も当時のまま姿に立っているのはこの2の鳥居だけですね。なるほど、すごいですね。ここら辺もなんか街並みだけでもちょっと見応えありますね。なかなか。しかも鳥居なんか倒れてる。これか、これが崩れた鳥居ですね。いやー、原爆の凄まじさね、物語ってるのと、やっぱこうそういうものを大事にしようという、こう日本人のね、素晴らしい考え、なんかいろいろ感じることができますね。そしてこんな場所なのに誰もいない、まさに穴場じゃないですか。そしてこうなんか坂道があって、ちょっとこうレトロな家々がある。あんま映ってないですけどね、それがあるっていうのも見応えありますよね。ちょっとなんか木もあると、こっちにあるんや。なんかこれかな、これが三王神社。ここら辺は新しくなってるんですね。三王神社大楠。あれは戦争も乗り越えたんですかね。この中でこの2本の大楠は神社の境内入り口にどっしりと根を下ろしている。また四方に伸びた2本の木の枝葉は上部に行くにつれ複雑に絡み合いながら一つの深い緑蔭を作っている。原子爆弾の炸裂による強烈な熱線と凄まじい爆風のため、爆心地から南東約800メートル、この神社の社殿は倒壊。隣接する社務所、全然わからん。鳥居は片方の柱を失ってしまったと。この2本の大楠の爆風により幹には大きな亀裂を生じ、枝葉が吹き飛ばされ丸裸となった。こんな感じで丸裸になってたんですね。そこから復活してるんですね。一時は仮死寸前を思わせたが、その後、勢いを盛り返し、現在長崎の天然記念物に指定されていると。なんと僕らもね、もうなんか無理じゃないかみたいな、傷を負うことってあるじゃないですか。それがそういう自己的な体の傷だったりもあるかもしれませんし、病気になったりとかもあるかもしれないですし、心の傷かもしれないですし、でもそんなんでも諦めなければ、こうやってまた大きなねクスノキになるんですよ。どうですか、皆さんのクスノキ育てていきましょう。諦めずにね、僕たちのクスノキを。そんなことも教えてくれるんですね。この長崎の旅はまさに旅はすげえな、これでかっ。これは天然記念物になるわ。うわー、すごいな。大楠育てていきたいと思います。僕の中の大楠、指紋出たじゃないですよ。真面目に言ってるんです。そういう煩悩を捨てていきましょう。片足の鳥居だけをね、ちょっと見るつもりで来たけど、結構見応えある場所だな。これはすごいよ。今日お休みかな。よし。素晴らしい木。帰りによく見てみると、ここ確かにここもともと鳥居があったんや。これがなくなってあっち側だけ残ったってことですね。凄まじい。今なんか長崎にゃんこ見ましたよ。あれおかしいな。さっきここで長崎にゃん、いた、長崎にゃんこいるじゃないですか。長崎にゃんこ逃げられた。なんでやねん。あそこにもいるじゃないですか。なんかちょっと見えましたよ、長崎にゃんこ。家の中に入っていった。でも飼い猫ちゃうやんな。この辺ちょっとなんかいそうやぞ、猫が。おお、慣れてる猫いるやん。よし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 。
めっちゃぐるぐる言ってるやん。こんな猫もいるんですね。あんな逃げる猫ばっかりやのに、こんな素晴らしい猫もいる。まあ、逃げる猫がダメなんじゃないですけどね。相性ってあるんですね。いや噛まれた。来たー、ついに。噛むシーンを待ってた方もいると思います。ちょっと噛まれたぞ。はい、この中華第八駅前店とかやってきたんですけど、もう並んでますね。人気店ですね。そうやっとですね。うまっ。これがちゃんぽんやな。もうすぐ長崎旅行終わりやけど、やっと長崎に来た気がする。それぐらいの長崎感あるな。いや、本当にスープがね、濃厚で熱々で、そして濃すぎずね、なんか品もあっていいっすね。いろんな要素が詰まってる。昭和感もあるし、異国感もあるし、でも癖が強すぎん。野菜もたっぷり入ってるからなんかヘルシーっぽいしね。濃いだけですけど、イカも入っててうまいですね。神戸に帰ったらね、ちょっともう運転なんで今日は水で。水をね、ビールに見立てて飲む。できますか？いやー、ちゃんぽんもねうまいんですけど、正直ねやっぱ皿うどんも食べたいじゃないですか。でもそんなん今から食べてたらお腹はち切れるんで、やっぱハーフ&ハーフセットとかね作ってほしいですね。熱望したいですね。この動画見てもらって、あ、なるほどみたいな。運用が大変っぽいですけどね。ハーフ&ハーフお願いします。僕の動画も真面目とおふざけハーフ&ハーフでやっております。ごちそうさまでした。なんと出たら準備中になってた。危ねえ。いやほんとハーフ&ハーフセット欲しかったな。皿うどんも食べたかったし、餃子も食べたかったしな。また行けっていうことですね。さあ、ちゃんぽん食べればコーヒーが飲みたいということで、なんか良さそうなカフェやってきました。昭和レトロな感じで良さそうなんで、ちょっとここ行ってみたいと思います。今月のコーヒー、ニカラグア、みかんのような明るい酸味とアーモンドのような香ばしさ、そしてぶどうを思わせる芳香の香りを、芳醇の香りをお楽しみくださいと。いやー、素晴らしい喫茶店でしたね。ちょっとね、動画撮影 NG って言われてしまったんで、ちょっと写真だけでねお伝えできればと思うんですけど、クリームとかもすごいホイップクリームみたいな、なんかちょっと初めてのスタイルで、いつもはブラックで飲むけどそれをちょっと入れたくなるようなね感じで、なんかずっとそこで本を読んでいたくなるような不思議な空間でした。それシナモントーストなんかもね素晴らしい、なんか上品な、ね、お砂糖が使われててうまいみたいな、まあ、そんな感じでしたね。はい、最高な長崎旅行になりましたね。というわけで今からね、最初は新幹線使って新大村駅から長崎空港に向かおうかなと思ってたんですが、これ昨日ねオフ会でそれで帰ってもいいっすよみたいなね、新幹線も楽しめるしみたいな感じで聞いたんですけど、めっちゃ時間かかるやんみたいな。15分新幹線乗って、そっから乗り換えてバスで27分やったかな。ちょっとね微妙だなと。だからどうしても新幹線乗りたいとね、かもめ乗りたいみたいな人はそれでやったらいいと思いますけど、僕もう乗ってるんで、嬉野温泉の旅見てください。乗ってるんでね、別にいいっす。すいません。というわけでね、普通に空港バスで帰りたいと思います。35分1200円で行けるんでね、それで帰ります。ギリギリ間に合った。もう僕はね長崎に10回以上は行ってると思うんですけど、何回来ても飽きないですね。毎回新しい発見がある素晴らしいスポットだと思います。
ございました。さあそれでは帰りもスカイマークで帰りたいと思います。はい、お土産はねカステラとかありますね。長崎はね昔は大変貴重だった、ね、砂糖それで有名な場所でございます。ポケモンジェットスいやー今回も最高の旅になりました。また長崎行きたいですね。いかがでしたでしょうか。長崎のね新しい楽しみ方を発見したような気がします。車を使った観光もいいですけど、長崎マリオットホテルのようなねホテルを拠点に駅周辺をね飲み歩くっていうのも素晴らしい旅になると思います。まさに大人の穴場旅行と言えるでしょう。このような動画をもっと出してほしいと思ったら皆様のいいねコメントをよろしくお願いいたします。メンバーシップではこの動画のね裏話だったりとか近況報告などさせていただいておりますので、ぜひメンバーシップもよろしくお願いいたします。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気のキルリュックモーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。皆さん旅行行くのにキルリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし名刺パスポートイヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったら任天堂スイッチあります。で対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットが2つついておりまして除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れやんって思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまででこれだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性のあなたでも全部入れていきます。リュックとか背負ったらスリにあったり怖いじゃないですか。キルリュック旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルもチェックをお願いいたします。